いつもね、で今日はアンチバレンタイン、こう可愛いバレンタインみたいな感じじゃなくてね、こうモネみたいなね、こうシングルの人とかねためにこのメイクをしてみました。で別にバレンタインが嫌いとかではないんですけど、ちょっと可愛い感じのじゃなくてちょっと強めのアンチバレンタインみたいな感じのやってみました。でこれをやろうかなって思ったのはニキー・トゥトリーズさんのチュートリアルを見てこのアイディアいいアイディアなと思って自分の感じでやってみました。いつもより濃いメイクなんですけど、意外と全然そのうまくはないですけど、意外と不器用にしては意外とできたんじゃないかなって勝手に思ってます。では楽しんで見てくれたら嬉しいです。どうぞ。はい、今日もまた目からやっていくんですけど、もう眉毛とコンシーラーでベースを作ってあります。で眉毛は今日一段強くしてます。目が結構濃いメイクにしようと思ってるので、眉毛が負けちゃうとちょっとあれなので、こう比率するように眉毛を濃くしてます。そしたら Kate Designing Eyebrow N の一番薄い色をコンシーラーをセットするのに使いたいと思います。そしたらケイトの Slim Crate Powder の、シェーディングの色をトランジションの色として使いたいと思います。このクリースのとこに入れます。でこれはいつも言ってるんですけど、ちょくちょくブレンディングするのに使うのでよく出てくる色です。多少こっち側に出過ぎちゃっても顔に何もしてないので、後でこうシュッてシャープに化粧落としですることはできるので、こっち側に出ることはあんまり気にしなくても大丈夫だと思ってます。でもね、もうこうちょっと今この先どうなるかわかんないのでそしたらまたデザイニングアイブロウに戻って、今度は2番目の色をもうちょっと狭い範囲の二重幅に入れたいと思います。普通にアイシャドウを使えばいいんですけど、よくよく考えてみるとマットなアイシャドウを1個も持ってなくて、本当に1個も持ってなくて、1個かな。だからこれをケイトのを使うしかないんですよ、いつもそしたら内側にも少しこの色を入れたいと思います。今日やりたいなと思ってるのはヘイローアイで、真ん中両方がちょっと黒い色で濃い色で、真ん中が薄いこう光ってる感じ、もうこうヘイローみたいな感じの目をやりてみたい。でもやったことないからちょっとはい。なので内側にも入れたいと思います。そしたら今日一番怖い部分なんですけど、Makeup Forever の Artist Shadow の ME930 っていうすごい濃いパープルの色をほんのちょっとだけ取って外側に入れたい。今入れたのの上にのせたいと思います。この濃い色はちょっとずつやってきます。怖いので。あんまり真ん中まで持ってきて、ちょっと持ってきちゃったんですけど、持ってきたくはないです。目刺した痛い。そしたらさっきのブラシ、さっきトランジションの色のブラシ、何もつけないでブラシだけを取ってブレンディングしたいと思います。こっちがいつもうまくいかないんですよね。多分利き手こっちの方がやりやすくて、こっちがやりづらいからだと思うんですけど、そしたらほんのちょっとだけ取って内側にも入れたいと思います。でも使うのはこのちっちゃいブラシにします。怖いから
Oh no! こっち入れすぎた。My god。ブレンディングをしなきゃね。こっち入れすぎたな。どうにかなるだろう。そしたらコンシーラーで真ん中があんまりこうはっきりしてないじゃないですか。もうだからもう一回はっきりさせるためにキャンメイクのカラーミキシングコンシーラーで真ん中に色をのせたいと思います。そしたらもう一度キャンメイクの一番薄い色でセットしたいと思います。そしたらもう一度なくなっちゃった色を取り戻すのにもう一回濃い色をさっきのパープルを取って入れたいと思います。こういう目をやるときはやったことないからですけど、多分繰り返しだと思います。こうやってブレンディングしてまた色出してブレンディングして色出してっていうの。そしたらこのメイクアップカバー潤いミストをブラシにスプレーして BYS のアイシャドウの02からパーフェクショニストのこの紫この色を取って真ん中にのせたいと思います。これ確かものすごいいい安買った記憶があるんですけど、オーストラリアで買ったんですけど、だからこれ結構下に落ちてきます。このシャドウは。ただ買った直後は全然使わなかったんですけど、意外といろんな色が入ってて、こうなんかこういう時になんかこうちょっと変なことじゃないですけど、ちょっといつものシャドウじゃないものをしたいときはこれは結構使えます。1個持っておくとなんか役に立つ気がします。そしたらまた濃い色をちょっと足したいと思います。そしたらさっきのまたシェーディングの色を取ってここをブレンディングしたいと思います。そしたら Makeup Forever の Aqua Excel Eye Pencil の M10 の黒ですね。黒を目のまつげの際のとこに入れたいと思います。集中するから疲れる。腕が痛いこんな感じです。こっちもやりたいと思います。やっぱ違いありますね。おう。そしたらここと下をクリーンアップしたいと思います。すごい下に落ちてる。濃い色は特に分かりやすいです。そしたらファンデーションを塗ってまた下をやるので戻ってきます。ファンデーションとコンシーラーとパウダーもしちゃったんですけど、それは人によって違うかなと思って飛ばしたんですけど、気になる方は概要欄に貼ってあるのでよかったら見てみてください。でそしたら下のなんていうの粘膜にさっき使った黒のアイペンシルを入れたいと思います。ちょっと緊張するなこれ
そしたらさっき真ん中に入れた色を全体的に入れたいと思います。そしたらもう一回黒のライン足したいと思います。そしたらさっき使った Make Up Forever のパレットの一番薄い紫、この色をこのイナーコーナーに入れたいと思います。そしたらまつげ上げたいと思います。これもスキップするんですけど、よかったら概要欄に貼ってあります。コントアをさっきのケイトのスリムクリエイトでしたいと思います。そしたらこれでノーズシェーディングもしたいと思います。このやっぱ一緒になってるのは持ち運びとかに楽ですけど、こうやって濃い色の方がついちゃうのがちょっとあれですね。ハイライトもついでにしちゃいます。このハイライトはあんまりこうハイライト感ない、なんか明るく見せるだけですかね。色をこうグローリーな感じなハイライトではないです。そしたらチークなんですけど、チークはランコムのブラッシュスピティル02ローズサーブルです。これは少し真っピンクでもなく赤でもなく、ちょっと青なんかこう青っぽい感じ、こんな感じなのでこれに合うかなと思ってこれをしたいと思います。付属のブラシ使ってか、これまず使うの初めてなんで、付属のこれは色綺麗だけどブラシちっちゃくないか？ブラシちっちゃい。やったこのいつも使ってるのでやりたいと思います。いい感じかな。本当にちょっとだけにしました。そしたら一番のメインのリップなんですけど、ロエボーラーリオっていうところのプルグナっていう色です。 Oh my god, what the heck、 壊れた。戻った、びっくりした。こういう濃い色はリップライナーでやってからがいいと思うんですけど、ちょっとリップライナー持ってないので、このリップブラシで枠を取ってからやりたいと思います。これはたまに着るんですけど、たまにするんですけど、このリップは少し乾燥するかなって感じです。なのでここはってやってる感じ、一日中ちょっと乾燥して、ちょっと内側だけにやってブラシで伸ばしたいと思います。細かいとこはブラシでやりたいと思います。怖いからそしたらコンシーラーでちょっと出ちゃった部分をクリーンアップしたいと思います。完成です。こんな感じでアンチバレンタインメイクをやってみたんですけど、一人で寂しいかもしれないバレンタインも化粧があったら楽しいよっていう感じですね。では、hope you guys enjoyed this video and I'll see you guys in the next video. Bye bye!